今日の深掘りへようこそ。いつもこの分析を聞いてくださっているあなたを、今日もですね、知的好奇心の旅へご案内したいなと思っています。はい、よろしくお願いします。非常に重要なトピックですね。今回のテーマなんですけど、2026年3月の今、まさに私たちの目の前で、リアルタイムに進行している歴史的な転換点についてです。市場をパニックに陥れている、いわゆるアンスロビックショックですね。そうです。そして AI の倫理対国家の軍事力という、一見するとこれ SF 映画のプロットのように聞こえるかもしれないんですけど、全くの現実ですからね。そうなんですよ。完全に現実のパワーゲームについて深掘りしていきます。今回我々が読み込んだ資料は非常に多岐にわたります。最新の AI 業界のニュースの文字起こしとか、はい。あとは専門家によるテクノロジーと金融市場の分析メモ、さらには AI の軍事利用に関する有識者のレポートなどですね。かなりの量でしたよね。ええ。この膨大な情報源から重要なインサイトを抽出しました。これらの点と点をつなぎ合わせることで、表面的なニュースの見出しからは見えてこない驚くべき全体像が浮かび上がってきます。今回のミッションは非常に重要です。AI はもうちょっと気の利いた文章を書いてくれる便利なチャットツールという段階ではないんですよね。はい、もう全く違いますね。今や国家の運命や戦争の行方、そして聞いているあなたの仕事の未来をも左右する巨大なインフラへと変貌を遂げました。その裏側で一体どんな権力闘争と倫理のせめぎ合いが起きているのか。さて、これを紐解いていきましょう。まずは経済の根幹を揺らがしているアンソロピックショックについてです。現在、株式市場では過去に類を見ない極端な資金の移動が起きています。資金の移動ですか？AI を物理的に動かすためのデータセンターとか冷却装置、半導体といったハードウェア株が過去最高のブームに吹いているんです。インフラへの猛烈な投資が行われています。なるほど。ハードウェアが好調なんですね。その一方で、これまで IT 市場を牽引してきた SaaS、つまり月額制のソフトウェアサービスを提供する企業の株価が信じられないスピードで暴落しているんですよ。ソフトウェア業界の巨人たちが悲鳴を上げているわけですよね。そうなんです。ソースの中には日本の SaaS エコシステムを牽引するレイヤー X 社の役員による非常に生々しい証言のメモが含まれていました。ありましたね。アンソロピック社が発表したクロードコードや非エンジニア向けのクロードコーワークがまさにこの暴落の引き金になっていると指摘しています。そこで挙げられていた具体例は衝撃的でした。これらの最新 AI は人間のエンジニアを雇うのと同じ感覚で、こういう機能を追加してと指示するだけでいいんです。指示するだけで。自律的にコードを書き、テストをし、バグを修正して実装まで行ってしまう。すごいですよね。それだけじゃなくて、財務分析とか、決算書のグラフ作成、複雑な法務対応に至るまで。そうです。人間が複数のソフトウェアを立ち上げて何時間もかけていた作業を AI 自らがインターネットを検索して数分で完結させてしまうんです。これまでって、毎月10個も20個も別々のソフトウェアに課金して、それぞれのアカウントを管理するっていう働き方だったじゃないですか。それが根本から崩れさようとしているわけです。ここで非常に興味深いのは AI が単なる作業支援ツールの枠を超えてきているという点です。自ら考えて動く自律的エージェントへと進化したという事実ですね。はい。市場はこれを SaaS の死と呼んでパニックに陥っています。SaaS の死、強烈な言葉ですね。チームが高い月月額料金を払って導入していた業務ソフトウェアのエコシステム全体がたった一つの優秀な AI エージェントに飲み込まれてしまうのではないかという恐怖ですね。それが現在の SaaS 株暴落の背景にあるわけです。ぜひこれを聞いているあなたも想像してみてほしいんです。あなたが毎日仕事で使っている様々なツールや、あるいはあなた自身の業務そのものが全て一つの AI に完全に置き換わってしまったらどうなるか。恐ろしい想像ですよね。ここからが本当に面白いところなんですが、事態は単なるビジネスの世界にとどまってなかったんですよね。ビジネスの枠を完全に超えました。この優秀すぎる自律型 AI が軍事や地政学の世界へと急展開していくんです。発端は2026年1月のベネズエラ作戦でした。米軍の特殊部隊がベネズエラのマドロ大統領を無傷で拘束したという驚愕の軍事作戦です。作戦自体も衝撃的でしたが、
後になって判明した事実が AI 業界を震撼させました。パランティアですね。はい。軍事データの解析で知られる巨大企業パランティアのシステムを経由して、なんとアンソロピックの AI であるクロードが、この作戦の計画と実行支援に使用されていたんです。アンソロピックの経営陣は自社の AI が軍事作戦に使われていることを全く知らされていなかったんですよね。寝身に水だったようです。驚いて詳細を問い合わせたところ、軍側はこれを指揮権への侵害とみなした。そして事態は国防総省、いわゆるペンタゴンとの直接的な激突へと発展します。トロンプ政権下で戦争省という強硬な要衝も復活した米国防総省ですが、ヘグセス国防長官がアンソロピックのダリオ・アモデイ CEO を直接ワシントンに呼び出しました。ワシントンに直接。そこで彼に突きつけられたのは、究極の3つのシナリオという実質的な最後通牒でした。まるで映画のワンシーンのような交渉ですよね。長官が提示したシナリオというのはどのようなものだったんでしょうか。まず1つ目は、AI の安全ガードレールを外し、あらゆる合法的な軍事目的での無制限利用を即座に認めること。なるほど。2つ目は、それを拒否するなら、サプライチェーンリスクに指定し、アメリカ政府や同盟国との取引を完全に排除すること。重いですね。そして3つ目は、国防生産法という有事の強力な法律を適用し、強制的に AI を国家の統制下に置き、軍事利用させること。期限付きで、このどれかを選べと迫ったわけです。ビジネスの論理が全く通用しない国家権力そのものによる圧力ですね。しかし、アンソロピック側は断固として首を縦に振りませんでした。彼らには、会社を潰してでも絶対に譲れない2つのレッドラインがあったんです。報告書によれば、彼らが拒絶した最大の理由は2つですね。1つが、AI が人間の介入なしに自動で標的を決定し、攻撃を行う完全自律型兵器への利用。はい。そしてもう一つは、米国内での国民の大量監視への利用です。アンソロピックの AI は憲法的 AI と呼ばれていて、最初から絶対にやってはいけないことをモデルのコアに組み込んで設計されていますからね。そうなんです。つまり、軍の要求に従ってそのガードレールを外すということは、AI が想定外の暴走を引き起こすリスクを世界に解き放つことを意味するんです。彼らにとってそれは自社の存在意義と開発哲学そのものを否定することだったわけですね。そして、その決断がさらなる嵐を呼び起こすことになります。ここで政治的な大きな波が押し寄せます。私たちはここで特定の政治的立場を取るつもりは全くなく、ソースに記された事実を中立にお伝えしますが、はい、事実関係の整理ですね。要求を拒絶したアンソロピックに対し、トランプ大統領は同社を正式にサプライチェーンリスクに指定し、全連邦機関での使用を即時禁止する大統領令に署名しました。この措置は通常、ファーウェイのような敵対国の企業などに対して、国家安全保障上の脅威として使われる極めて重い制裁です。自国のアメリカの、しかも最先端のテック企業に使われるのは前代未聞の事態ですよ。この決定に対する社会の反応は見事に真っ二つに割れましたね。トランプ政権の支持層や一部の保守派メディアは、アンソロピックを国防を妨害する左翼の強人と激しく非難しています。一方で、シリコンバレーをはじめとするハイテク企業群の従業員たちは、政府による技術への不当な介入であり暴走だとして、大規模な抗議活動やストライキを起こしています。このように、どちらの主張にもそれぞれのイデオロギーの正義がありますね。AI という一つのテクノロギーが現代社会をここまで深く感情的に分断する強烈な触媒になっているという事実は非常に重く受け止める必要があります。本当にそうですね。そしてアンソロピックが連邦政府のネットワークから排除されたわずか数時間後、
誰も予想しなかった電撃的な動きがありました。チャット GPT で知られるオープン AI が米国防総省と機密ネットワークへの AI 導入に関する歴史的な大型契約を結んだんですよね。タイミングがあまりにもドラマチックすぎます。アンスロピックが開けた巨大な穴にサム・アルトマン率いるオープン AI が即座に入り込んだ。なぜオープン AI はこのタイミングで軍との深い関係構築に踏み切ったのでしょうか。これを全体像、大きな文脈に結びつけて考えてみると、オープン AI が現在抱えている極めて厳しい財務状況が見えてきます。財務分析のメモですね。はい。それによると、オープン AI は2025年に13億ドルの収益を上げた一方で、なんと800億ドルという天文学的な損失を出しています。800億ドルの赤字。想像を絶する額です。AI の学習と運用にかかる計算資源のコストが膨張しすぎているんです。企業として生き残り、次世代モデルの開発競争から脱落しないためには、どうにかして資金を確保しなければならない。そこで、国防総省がもたらす無尽蔵ともいえる巨額の予算がどうしても不可欠だったと。これが彼らが軍との契約を急いだ最大の現実的な背景だと分析されています。しかし、オープン AI もこれまで一貫して人類のための安全な AI を掲げてきましたよね。アンソロピックの安全性へのアプローチとは何が違ったんでしょうか。アプローチの哲学が根本的に異なります。アンソロピックがモデル自体に倫理を深く刻み込む憲法的な AI であるのに対し、オープン AI は軍との契約においてトランザクショナルセーフティという手法を取りました。トランザクショナルセーフティ、具体的にはどういうことでしょう。つまり、強力な AI モデル自体は軍に提供しますが、それは閉鎖されたクラウド環境に限定されます。そして、武力行使などの致命的な決定には必ず人間が関与する仕組みを技術的かつ契約的に保証するというものです。なるほど。さらに、セキュリティクリアランスを持つオープン AI のエンジニアを軍の秘密施設に直接派遣し、現場で利用状況を監視することで合意しました。車で例えるなら、アンソロピックは物理的に時速100キロ以上出ないエンジンを作ったのに対し、オープン AI は最高時速300キロ出るエンジンを渡すが、必ず教官が助手席に乗って監視するというアプローチですね。わかりやすい例えですね。まさにその通りです。しかし、そもそも AI の安全ガードレールを緩めること自体がなぜそこまで危険視されているんでしょうか。ソースに含まれていた他の最新ニュースを読み解くと、現在の AI が抱える致命的な限界が見えてきますよね。これは重要な問題を提起していますね。まさにその現在の AI の不完全さがガードレールを外すことの恐怖の根源です。例えば、カナダで起きた悲惨な銃乱射事件のレポートがありました。はい、痛ましい事件でした。18歳の実行犯が事前にチャット GPT を使って詳細な襲撃計画を立てていたことが判明しています。オープン AI には危険なプロンプトを検出する監視ツールが存在していたにもかかわらず、システムはそれを差し迫った脅威の基準を満たさないと判定して、人間への通報を見送ってしまったんですよね。結果として9名が死亡、27名が負傷するという惨事を防ぐことができませんでした。AI の脅威検知システムが明確な殺意のシグナルを見落とした。さらに AI 自体の性能低下に関する最新の研究結果も衝撃的ですね。GPT-5 以降の最新のフロンティアモデルを対象にしたテストですね。はい。会話のコンテキストが長くなればなるほど、精度が最大で 33% も低下してしまうというデータが示されています。複雑な状況下で長時間 AI を稼働させると、もっともらしい嘘をつくハルシネーションが雪だるま式に蓄積していく現象です。つまり、もし明らかな脅威を見逃す監視システムや、状況が長引くにつれて精度が 33% も落ちるような AI が、人間の介入なしにドローン兵器の標的を決定したり、ミサイルの発射システムを制御していたら、考えるだけで背筋が凍りますよね。戦場という最も混沌とした状況で AI が突然として幻覚を見て味方を攻撃し始めるかもしれない。だからこそアンスロピックはガードレールを外すなと徹底して抵抗したわけです。この軍事利用への傾倒に対する懸念はテック業界内部でも爆発していますよね。オープン AI の社内でも大きな動きがありました。安全性への懸念からロボティクス責任者が抗議の辞任をし、300名以上のテック従業員が軍事利用反対の署名に直れんねをしました。一方のユーザーレベルでも反発が起きています。クイットチャット GPT、チャット GPT をやめようというボイコット運動がネット上で巻き起こり、すでに250万人以上が賛同しています。一方で、倫理を貫いて政府から排除されたアンソロピックのクロードには、
その姿勢を支持するユーザーからのアクセスが殺到してサーバーダウンを繰り返すほどの事態になっていますね。パフォーマンスの高さだけでなく、その AI がどのような倫理観に基づいて設計されているかでツールを選ぶ時代に突入したと言えます。そうですね。周辺の企業もそれぞれの思惑で動いています。先ほども名前が出たパランティアは、ウクライナなどの紛争地域を最先端 AI の実験室として活用しています。実践データを使って AI を怪物的に進化させることで、莫大な利益を得ているわけですね。その通りです。一方で、AI 検索のパープレクシティは、Google に匹敵するような超高性能な AI モデルをオープンソースとして世界中に無料公開しました。技術が民主化される一方で、強力な AI がテロリストも含めた誰の手にも渡ってしまうリスクがかつてなく高まっています。テクノロジーの進化が国家のコントロール能力を完全に超越してしまっている状態です。つまりこれは全体として何を意味しているんでしょうか。一連のアンスロピックショックから見えてくる私たちの未来の形とは。この争いは遠いアメリカのワシントン DC やシリコンバレーだけの問題ではありません。日本、そしてこれを聞いているあなたにとっても決して他人事ではないということです。現在世界は敵国に勝つために、あるいは出し抜かれる前に AI の制限を外すべきだというアメリカ国防総省のような安全保障優先、いわゆる性悪説のアプローチと、対してアンスロピックのように人類への壊滅的なリスクを防ぐために倫理を優先すべきだという倫理優先、性善説のアプローチの間で激しく引き裂かれています。その巨大な波の中で日本はどう立ち回るべきなのでしょうか。有識者のレポートで強く指摘されているのが技術的主権の確立です。特定の国の政治的圧力や一企業の経営方針に国家のインフラが左右されないための自立ですね。重要なポイントですね。現在、世界の主要な AI は西洋的な二項対立の思想や英語のデータセットを中心に作られています。もし他国の AI システムに完全に依存していれば、今回のアメリカ政府がアンスロピックにしたように、ある日突然 AI が外交の交渉カードや圧力の道具として使われた際、対抗する術がありませんね。そのため、日本語と日本文化のニュアンスを深く理解した独自の AI インフラを持つことが急務とされています。非常に示唆に富む話です。ソースにはソフトバンクの孫正義氏が掲げるビジョンについても触れられていましたね。はい。AI を単なる効率化のツールや戦争の道具として使うのではなく、戦争を無効化するための強力な抑止力や人類の病気を治し幸福にするために使うという考え方です。いわゆる第三の道の可能性ですね。核兵器の歴史を振り返ればその重要性がわかります。AI の軍事利用はもはや避けられない現実かもしれませんが、それを生報酬にするわけにはいきません。かつての冷戦時代のような取り組みが必要だと。相互拡張破壊の恐怖から米ソが核ミサイルの保有数を制限したサルトン戦略兵器制限交渉のように、今や国連や民間機関が主導して自律型 AI 兵器の配備を制限する AI 軍備制限協議を国際的に行う必要性が真剣に議論され始めています。さて、ここまで一気に深掘りしてきましたが、本当に驚くべき時代に私たちは生きていますね。間違いありません。 AI は SaaS という巨大産業のビジネスモデルを根底から破壊するほどの賢さを持ちながら、同時に国家の安全保障の根幹を揺るがす21世紀の核兵器になりつつあります。はい。あなたが今仕事のメールを書かせたり、日常でスマートフォンの画面越しに使っているその便利な AI ツール、実はそれこそが国家間の地政学的なパワーゲームの最前線で使われている技術と全く同じものなんですよね。日常の便利さのすぐ裏側で人類の運命を左右するような倫理と権力の闘争が今まさにリアルタイムで進行している。私たちはその歴史的な転換点の目撃者だということです。最後にこれを聞いているあなたに一つ想像してみてほしいことがあります。はい。もし今後各国が安全ガードレールを完全に外した自律型 AI を国防システムの中枢に据えたとしましょう。人間の介入スピードをはるかに超える AI 同士がある日突然国境を越えて軍事的な交渉や駆け引きを自動的に始めてしまったら、私たち人間は光の速さで行われるその超高速の対話を理解し、手遅れになる前に電源を抜くことができるのでしょうか。しかし、決して SF とは言い切れない、私たちが直視すべき現実的な問いですね。今後の行方を注視していく必要があります。この深い問いをぜひあなたの頭の片隅に置いてみてください。
今日お話しした内容が明日からのニュースを見るとき、あるいは仕事で AI を使うときの新しい視点になれば嬉しいです。それでは次回の深掘りでまたお会いしましょう。